明治22年の東海道本線の全通まで、旧東海道は日本の東西交通の要でした。旧東海道からの富士山の眺めを調べる8回目は神奈川県平塚塾です。平塚からの富士山の眺めについて古い文献を探してみました。貝原駅県の吾妻寺の木に花水橋、富士山見えて光景なりとあります。平塚宿は相模川と花水川に挟まれた平坦な中適地に広がる宿場町でした。花水橋は平塚宿を西に出て大磯宿に向かうとすぐに渡ることになる橋です。現在の花水橋からの眺めです。大山を中心に丹沢の山々が見えて素晴らしい景色です。しかし富士山は見えません。平塚と大磯の間にある駒山、地元では高台寺山と呼ぶようです。この山に富士山が隠されます。どこに間違いがあるのでしょうか。平塚宿の案内板を見てみますと、古花水橋という場所が平塚宿の出口付近にありました。これが間違いの原因でしょうか。古花水橋は交差点の名前として今も残っていて、平塚宿の出口、京形見附跡の付近です。ここ、京形見附跡を前にして周囲を見渡してみました。画面を左に振っていくと、建物の屋根の上に白いものが見えています。拡大するとこんな感じで富士山が見えていました。実は平塚の旧東海道から富士山が見える場所はとても少なくて、ここは大変貴重です。歌川広重の53次の浮世絵も花水橋が移動した後に古花水橋あたりから描かれています。宿場出口を示す棒軸があり、花水橋は遠くに見えています。富士山も見えています。この絵のタイトルは平塚縄手道です。縄手道はまっすぐな道という意味です。平塚宿の中で旧東海道は目の前の高台寺山に向かってまっすぐに伸びています。JR 平塚駅前付近の平塚新宿から宿場の西出口まで、東海道はまっすぐに高台寺山に向かっています。明らかに道は山当てに作られていて、方向が異なる富士山は建物があるとほとんど見えない構造になっていました。さて、最初に紹介した吾妻寺の木には、高台権現について、伊豆権現なり、おしほ耳の御事なりと書いてあります。つまり、高台権現は男の神様でした。なぜ宿場を見下ろしている権現様が男か女かにこだわるのか、気になる方は、残り2回になったこのシリーズの最終回までご覧ください。さて、旧東海道平塚宿の路上で富士山が見える場所は2カ所あります。もう1箇所はここ江戸見附跡です。偶然かもしれませんが、2箇所とも平塚宿の出口に当たるのは興味深いです。旧東海道の宿場出口の景色を富士山の見え方という観点で調べると、宿場の出口と富士山が見える場所の間に関係があることが分かってきます。次に紹介する宿場は、江戸時代に宿場町が移動した保土ヶ谷宿の出口です。